皆さんこんにちは。Japanese with はるばかのはるかです。今日は複合動詞第2弾です。そう、複合動詞は何かというと、2つの動詞からできている動詞です。日本語にはたくさん複合動詞があります。そう、いろんな状況を説明するときに複合動詞が欠かせません。なので今日はよく使われる複合動詞の2番目、マスステムプラスコムを勉強しましょう。では複合動詞第2弾のコムを勉強しましょう。日本語のレッスンの中でそのコムが出てきた時にたくさんの生徒さんが clouded の方を思い出します。だけど今回のコムはそのコムではなくて違う漢字、こっちの漢字のコムを使います。そう、これも第1弾だった切ると同じようにマスステムプラスコムを使います。このコムという動詞は動詞なんだけどこれだけでは使わないね、あんまり。なのでだいたいこの複合動詞という形で使われるものです。マスステムは何だったっけという方は第1弾の動画を見てみてね。マスステムについてちょっとだけ説明してるのでそれを見てから戻ってきてください。じゃあまずこの漢字で書いた時のコムのイメージはね、なんか deep inside めっちゃ深い感じとか、あとはね、そうだね、やっぱ deep inside が一番いいかな。でもね、deep inside という意味ではないけどイメージがなんかこのアクションが goes deep inside っていうイメージです。わかった？そう、意味って言いたくないんだよね。イメージっていう言葉を使いたいです。そう、コム自体は deep inside という意味ではないので、動詞のマスステムとコムを使った時にそういうニュアンスになるよということです。では、じゃあいろんな例文を見てみましょう。to drink は日本語でどうやって言いますか？そう、飲むと言いますね。じゃあ飲むのマスステムは何ですか？飲みだね。はい。では、飲みプラスコムと言ったらどんなイメージ？飲むって言ったら to drink だね。だけど、プラスコムはまず deep inside のイメージ。飲み込むと言ったら英語だと to swallow になります。次の例文を見てみましょう。to enter は日本語でどうやって言いますか？そうだね。入ると言います。じゃあ、入るのマスステムは何ですか？入りだね。そうです、そうです。では、入り込むと言ったらどんなイメージ？例えば、野生の動物とかが家の基礎とかどっか入ってほしくないところに入ってさらに出てきにくい感じです。そう、例えば玄関入り口の遠くに入ってしまった感じ、これが入り込むです。もしその野生動物とかが入り口のすぐそこにいる場合は入り込むとは言いません。この場合はただ入ると言います。だけど入り込むってつけたらちょっとこれは大変だねっていう感じがしますね。では次の例文を見てみましょう。では to hold は日本語でどうやって言いますか？はい、これは抱えると言います。で to hold は日本語だとね、いろんな動詞があるけど抱えるはこんな感じで、多分ね to hold と言ったら持つをイメージしたかもしれませんが、持つって言ったらいつも例えばね、何かを手に持つ感じ、これが持つだけど抱えるって言ったらこんな感じです。さあ、分かったかな？では今は抱えるを使いましょう。では抱えるのマスステムは何ですか？
そう、抱えですね。では、抱え込むと言ったら、どんなイメージ？そう、抱え込む。では、抱え込むと聞いて、私が一番最初に思いついたイメージは、問題を抱え込む。そう、問題を抱えるって言ったら、まあ、たくさん問題があるんだなっていうことがわかるけど、ネガティブなイメージはまだそこまでありません。だけど、抱え込むって言ったら、なんかたくさん問題があって、でも解決するのがすごい困難な状態。もっと早く解決しとけばよかったんだけど、抱え込んでしまったから、it's too late。遅すぎる、c'est trop tard みたいな感じに聞こえます。なんとなく分かったかな？ニュアンス、込む。あともう一個例文出してみましょうか。ちょっと待ってね、考えるね。込む。あ、いいね。じゃあ、to use は日本語でどうやって言いますか？そう、使うと言いますね。では、ますステムはどうやって言いますか？使いですね。では、使い込むと言ったらどういう意味？どういうイメージ？そう、ただ使うと言ったら、ただ to use です。だけど、使い込むって言ったら、たくさん使うことなので、例えばね、最近スマホを変えましたが、私のね、前のスマホはね、約6年半使いました。スマホってみんな2年とか3年ぐらいで変えますよね。だけど、私は前のスマホを使い込みました。そう、電池が死んじゃうまで使い込みました。とか、あとはね、お金を使い込むって言ったらすごいネガティブですよ。そう、お金を使い込むって言ったら、自分のお金に対しては使いません。自分のお金だから自由に使っても、どうやって使おうが誰も文句は言いませんね。だけど、お金を使い込むって言ったら、すっごいネガティブです。なぜなら、誰か他の人のお金をたくさん使っちゃうこと。そのお金を持ってる人が知らないのに使っちゃうこと。なんで、できるだけ使い込まないでね、お金、誰かのお金。では、じゃあ今日のビデオは以上です。次のビデオでお会いしましょう。じゃあ、ハッピージャパニーズラーニング。またねー。